おだすこちらポテトでしもデータ難しい的なレターをよろしくお願いいたします。じゃあですね、ドリブルスピードの70代を見ていってスタミナの減少値判明したぞい。やっていきたいなと思います。ということでですね、以前ですね、スタミナによってドリブルスピードのね、遅くなっていくところは見ていったんですけども、じゃあ実際に数値的にはどれぐらい下がっているのか、これを今日はね、ちゃんとさせていきたいなと思います。70代を見ていくことで、育成の参考にもなると思いますし、スタミナ、交代のタイミングですね、等々ですね、様々今後にも生きてくるかなと思いますから、見ていってください。検証方法ですね。検証方法は以前と同じような形になっていきます。こんな形でですね、ピッチの端っこに立って、ここから iPad に動きを記憶させた状態で走っていきますよというところです。で、走っていってですね、ペナルティエリアに入ったこの瞬間ですね、ここを0秒としてですね、測っていきます。1秒間60個まで測っていきますよという形になっていきます。そしてゴールはですね、こちら。はい、丸がね、このペナルティエリアのここに触れたタイミングでゴールというような形で測ってきましたよと。で、今回70代を見たいなというところで、前回デンベレでやった時に85からのスタートだったんで、この検証がね、間違ってないかっていうのも含めてね、デンベレの85とも被るような育成ができる選手誰かいないかなということで、この選手持ってきました。ジョブ・ベリンガムになっていきます。彼に任せて大丈夫なんてね、言うてる場合かって感じですけども、やっていきたいなと思います。この選手ね、73からドリブルスピード瞬発ですね、これを73に揃えた状態から測っていって1ずつ上げていきます。それでどう変わっていくのか見ていきましょう。まずは73から順番に見ていきます。だいたいこの辺は5秒台になってくるんですけど、さすがにちょっと遅いっすね。もっさもっさしてるなという印象はありますね。順当にでも速くはなっていってますね。もちろん検証なんで前後1コマぐらいは変わるかなと思うんですけどね。で、80まで来ました。80まで来ると5秒3コマという形でしたね。この辺からちょっと速くなっていってるのかなっていう感覚はちょっとありましたね。一応ね、86までいけるんで86も見ていきます。はい、というとこで見ていただきました。結構順当に速くはなっていきましたね。はい。じゃあ一応一回グラフにしておきましょうか。こうなりました。はい。というところで、こちらがですね、4秒の何コマかという形になっております。なので4秒60コマっていうのは5秒00と同じですね。で、ここ4秒70コマっていうのは5秒を10コマと同じ、そんな形で見ていただければなと思います。で、ここがドリブルの数値ですね。どこが一番ね、注目すべきかなというところで、80とかこの辺ですかね。この辺は3コマぐらい一気に速くはなっていたんで、80に乗っけるっていうこと自体がね、それなりに意味があるのかな、そんなところになっていきました。全体的に見ていくとですね、やっぱりこの辺りは1でも上がればですね、ドリブルスピードはちょっとずつちゃんと速くなっていくんだよということが見て分かれば良いかなというところですね。そしてですね、これと前回デンベレでやったところですね、ちょっと掛け合わせてみました。こうなります。はい、こんな感じですね。こっちがジョブ・ベリンガム、こっちがデンベレと。デンベレのがちょっと濃い青にしておきましたというところで、被ってる85、86のとこ見てもですね、1コマぐらいの差にはなってるんで、この辺は検証のブレは、あるのかな、多少あるかなと思います。これはね、全体的に言えると思います。1コマぐらいの差はね、多少出てくるのかなという感じではありますが、順当に見ていても73から、99まで見ていくとですね、こんな感じで順当には速くはなっているのかな。92ぐらいからね、ちょっとずつ段階的になっていくというような、だんだん緩やかにね、伸びていく、そんな形になっていくというところが分かれば一番良いのかなと思います。こう見るとですね、73の時はですね、4秒76コマ、5秒16コマになっていって、そのまま上がっていくと、最終的にはね、4秒44コマとかになっていくと考えるとですね、ここ30コマぐらい差あるんですね。そりゃそうね、そんなに差は出るわなという感じはしています。0.5 秒違いますからね。使用感もそれはだいぶ違うだろう。そんな形はわかるかなと思います。この表に関しては、ちゃんと順当に上がってるんだなというのが分かれば良いかなというところと、デンベレとね、ベリンガムでもそんなに差はないというかね、検証のブレっていうのはそんな多い方ではないんだよということが分かれば良いかなと思います。そしてこれとですね、以前やったスタミナですね、スタミナによるドリブルスピードの変化、これをですね、ちょっと掛け合わせてですね、ちょっともう表にしちゃいました。表にしたのがこちらです。はい。これが今回の一番大きなところかなというところですね。ここがスタミナの残量だと思ってください。あくまでこれは目安にはなっていきますが、60% 切ると数値的にはマイナス4という形です。で、逆にですね、これごめんなさい、書いてないんですけど、70%、61% 以上になるとここは0ですね。減少値は0。60
を切ると急にマイナス4から始まっていくよという形になってきました。なのでガクンと落ちるという形ですね。ドリブルスピードから見る減少値にはなるので、単純なダッシュとはまた違うかもしれませんが、そんな形で50コマ切るとマイナス5とかどんどん減っていく。このマイナス5マイナス6とかいうのはマイナス5からマイナス6ぐらいだなっていう形になってます。これはねちょっとはっきりしないのはちょっと今後また検証していきますが、ドリブルだけじゃなくていろいろ減ってると思うんで、スピードとか瞬発とかこの辺の減少値が若干ね違いが出てくると、こういう微妙なラインにはなってくるのかなって感じはしますが、大体の目安としてマイナス56ぐらいはされてるんだろうなって感じはしています。で35から7とかね、20コマとか切っちゃうとね、もうさすがに柔軟数値的に減るんで、めちゃめちゃ遅くはなっているという形ですよね。なので例えば99の選手だとしてもスタミナがねめちゃめちゃ減ってしまえばですね、80後半とかにはなるのかな、どんなに遅くてもね85、7とかになるのかな、76とかになるのかな。そう考えるとめちゃめちゃ遅いよね。99だと思ってこっち使ってんのに86となるとめちゃめちゃ遅いになるかなって感じですね。であとやっぱり一番これを見れて考えていきたいのは、モメンタム持ちとかをどう考えるかみたいなところですよね。例えばモメンタムありきで考えて93で育成するとしますと、モメンタムでプラス6されて99、アタッキングサードでは99になりますよって選手がいたとして、その選手を前半からバーって使っていってですね、残り 30% ぐらいになったとしたらマイナス8されてるわけですよ。ってなると91だとどうかな、その選手の身長の高さとかにもよるかもしんないけど、使用感は確かにめちゃめちゃ落ちそうな、そんな感じはしますよね。でしかもモメンタム発動してそれなんで、逆にモメンタム発動してなかった場合93からマイナス8引いたら85ですから、早くはないよね。遅いとも言い切れないけどっていう形になってくると、なのでなかなかその選手をどう使うかとかにももちろんよると思うんですけど、その辺は考えるべき必要なのかもしれません。1試合もフルで使いたいみたいな人はスピードとかドリブルを99にしちゃって、スタミナが60切るまではモメンタム全然意味ない、無駄な感じになっちゃうけど、スタミナが減ってからねプラス6されていくんで、例えば99の選手がマイナス8されて91になる。でそこからモメンタム発動してプラス6されて97に戻るって考えたら、もういいですよね。1試合通してめちゃめちゃいい状態で使えるみたいな考え方もできたりしますよね。逆にスーパーサブとかでもう後半の最後しか出しませんみたいな人は 60% 切ってもマイナス4とかなんで、そう考えたらモメンタムあるからいいかなみたいな感じで、93でギリギリでね育成しておくみたいなのもありなのかなとかね。どうしても長い時間使いたいけどドリブルにもねそこまで多く触れないけどモメンタムで93でギリギリみたいな人はカウンターターゲットにするとかいうちょっとしたね工夫とかは必要かもしれません。はい、というとこですね。なのでこれちょっとこう見ると育成の仕方、起用の仕方とかね、めちゃめちゃいろいろ来れそうな感じはしてたので、結構面白いですね。こう見るとね、奥深いそんな感じはしましたね。なので時折ね、これあれどうだったっけなと思ったらこの動画戻ってきていただいてですね、これで見てそうだったなとか言って、もしくはこれスクショしていただいてですね、見ていただけたらなと思います。これあくまで最初も言った通りドリブルスピードの話なんで、例えばダッシュだとか、いわゆるスピード数値だったり瞬発数値っていうところで見ると、もしかしたらちょっと違いはあるかもしれません。ドリブル数値、スピード数値、瞬発数値がそれぞれこれぐらい下がってるのと変わらないスピードになってるよという形になっていきます。なのでドリブルだけじゃないですからね、スピードとか瞬発ももちろん下がってますよっていうか、全体的にね数値的には全体的に落ちてますよというのは念頭に入れておくというかなと思います。まるっきりこのまんまかどうかは若干わかんないですけどね、ディフェンスセンスとかはもうちょっと減少幅が低いとかあるかもしれませんけどね、その辺は念頭に置いといてくれると良いかなと思います。はい、ということで今日はですね、結論です。どんな強い選手でもスタミナがなくなればスタンダードぐらいのレベル感になっているとします。はい、ということでね、見ていただきました。理論値的な話なんですけどね、マイナス12ですからね、能力全体的にマイナス12、とんでもない下がってますからねスタンダードとか、もしかしたらそれ以下かもしれませんが、それぐらいになっている可能性があるんだというところは頭に入れておくと良いかなと思います。なのでスタミナ数値とかはこういうのはね結構大事になってくるんでしょうね、今後は。というところは考えておくと良いかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。というところでいかがだったでしょうか。スタミナについてやってきました。使用感としてもねだいぶ下がっていくっていうのは分かっているかと思いますから、この辺は参考にしていきながら、自分の選手、使いたい選手の起用法だとか育成方法っていうのを考えておくと良いかなと
思いますので、育成方法とか起用方法ね、それぞれ毎回いろんなところで言ってるかもしれませんが、正解はありませんので、自分の中でどう使いたいかとかね、いう形になってくるんで、この辺を参考にしてみてください。はい、というところで、この辺を参考になって面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録、ハイプしていただけると嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。今後ね、またこういうのを使ってですね、今度スパサブだとか、調子のね、好調不調とかのね、その辺もね見えてくるかなと思いますから、これまたやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。